あれ、時田さんってインパクトボタンないんですよ、今。絶対てか、それだと思うんですけどね。インパクトのエフェクト後ろから出るんだよね。キャラクターの背中から出るんだよ。待ってなかったら無理だよね。無理ですね。いやそれ聞いてね、安心しましたね。ここ来るかもなーで、構えてんのに、インパクト返せないことってないですか？あります。あるよね、そうだよね。いや、なんかさ、ちょっと聞けなかったんだよな。皆さん、こんにちは。ロート G の時々でございます。ストリートファイターリーグのグランドファイナルが終わってもですね、ワールドチャンピオンシップを控えておりまして、日々ストリートファイター6、こちらのね、練習を積んでいるわけでございますが、現状の課題点として、ドライブインパクト。こちらですね、僕は返すのが苦手ということもあり、で、実際ね、SFL でもインパクトを返せなかったことで落とした試合がいくつかあったと記憶しております。さらには、ストリートファイターリーグの公式ホームページの方にもですね、スタッツが公開されているんですが、インパクト返し成功率は24人中15位。さらにインパクトを打たれた回数は全体で2位ということで、これはデータからしてみると狙われている。ということもありまして、今回はインパクト返しの高い、他のプロゲーマーに電話でインパクト返しのコツを聞いて、そちらの方を今後の参考にしていきたいと思っております。大丈夫かな？もしもーし。はい、もしもし。どうもどうも。はい。すいませんね、急に。いえ、全然大丈夫です。何のお電話かと申しますと、ストリートファイター6のことでちょっと相談がありますと。はい。それでですね、ちょっとお恥ずかしながら、ドライブインパクトを返すコツ。こちらをですね、ぜひともお願いしたいなと思いまして。なるほど。で、SFL のインパクト開始ランキング、スタッツが出てるんですけど、ナーマンね、1位なんだよ。ですよね。そうなんですよ。全然自分では、そんななんか印象なくて、なんでだろうって思ったら、劉備の、なんか硬直、間に合わなくて返せたりとか、なんかそもそも結構、直で返してること、なんかあんまなくて、なんか結構ジャストパリなんですよね、そもそも僕。そうだよね。ジャストパリ派だよね。そうですね。でも、インパクト返し、もう、反応っていうか反射しかなくないですか、もはや。例えば、最初から結構いけてたとか、あとはなんか練習したこととかっていうのがあれば、ちょっと参考にしたいなと思うんだけど。それで言うと、このゲーム始まって、まずやったことが、対空出しながらインパクト返すだったんですよ。はいはい、なるほど。両方、結構難しいもんね。なんかそもそも昇竜対空結構むずいと思うんです。このゲーム。なんで、昇竜対空しながらインパクト返すっていうので、なんか対空練習の一環でやってた時はあったですね。それっていうのは、なんか実戦で練習したりした。なんかコンピューター、CPU でも結構いい練習になるのかなと思うんだけど。CPU でもそうですね。練習になるし、トレモでめちゃくちゃ無機質な練習もやったっすね。その2個だけレコーディングさせて。そうですね。なんか、後々、なんかドライブラッシュ増やしたりとか、っていうのをやって、インパクトだけ見ながら、他のことをやるっていうよりは、なんか意識逆にしたりとか。はいはい。上ちょっと意識しつつが、ドライブラッシュ意識しつつ、インパクトを返せる。なるほど。それは。上の出し方を昇竜じゃなくて、空対空ぐらいの意識にして、空対空練習しながら、インパクト来た時はインパクト返すとか、っていう無機質な練習は結構やってましたね。なるほど。ちなみにインパクトボタンって使ってます？使ってます。どこの位置に置いてます？今は、なんて言うんだろう、小低インパクトでわかります？小低の部分なんだ。小低。時田さんってインパクトボタン入れないんですよ、今。ただもうさすがに、やっぱおかしいと。
いや、絶対てか、それだと思うんですけどね。なるほど。いや、ありがとうございます。ちょっといろいろ、まあ、ナウマ一発目なんだけど、かなりいい情報が聞けたと思います。参考になる部分がありがとうございます。まあ、対戦の方も引き続きお願いします。ありがとうございました。はい、失礼します。なるほど。これは、かなりいいことが聞けたんじゃないでしょうか。続きましては、フード選手に聞いてみようと思います。声来る？聞こえました。手が悪かったわ。はいはい。どうもお疲れ様です。で、まあ、何のことかと申しますと、スト6のことでちょっと相談がありますと。はい。で、ドライブインパクトをですね、返すコツを、ちょっとね、聞きたいんですが、はい。まず、SFL のセカンドステージのインパクト返しランキング、フードは24人中5位。意外。で、30% 返してると。で、まあ、上位はね、結構若手がいる中で、まあ、我々世代でちゃんと返してるプレイヤーがいるというのは、まあ、大きな自信になりますし、僕も言い訳が効かないということで、まあ、どうしたもんかなということで、ちょっとね、アドバイス願いればと思うんですが。そうだね。やっぱ多分、めっちゃ悩んだね、僕ね。今でも、いろいろ聞いてる。まあ、DJ だからさ、使われるじゃん、よく。そうだね。インパクトを。攻略でね、使ってくるからね。うん。そうだね。まずは、まあ、意識することだよね。なるほど。インパクトっていうものを意識して。そう。うん。で、無意識だと、やっぱり結構返せないっていうのがあって、で、立ち回りは割と、捨てちゃってる自分もいる、正直。そこまでなんだろうな、思いっきり、インパクト見ようみたいなのは少なくて、やっぱ対空とかもある、ラッシュとかもあるから、まあ、一応それだけね、見てるっていうだけだと、やっぱリスクのある行動だから、まあ、そこまで意識してないかなっていう感じで。で、逆に自分が端とかの時は、意識するんだけど、なるほどね。意識の仕方で大事だなと思ってるのは、そもそも指の置く位置変えちゃってるとか。なるほど。ちなみに、インパクトボタンは、どこに設定してる？あります。俺初期設定なんだよね、全部。だから右上。右上か。なるほど。で、右下パリで。で、小指でインパクトを押すの俺結構できなくて。小指添えてるのなんかダメだったんだよね。なるほど。だからそもそもなんかね、もう人差し指とか中指で押すぐらいの、もう指の置き方してる。じゃあ画面に行ったらちょっとそういう意識を高める。そう。逆に弱パン弱系に指かかってる時は、やっぱインパクト返せてないんだよね、あんま。わかる。そうなんだよ。だから投げとかをさ、投げ抜けしようとか思ってると、なんか手の右側の意識がちょっと遠のいちゃってんのよ。それわかるわ。多分ね、すげえ細かいところ見てんだよね。前歩き見たら投げ抜け入れようとか。で、しかも、投げ抜けが強いかどうかがまず怪しいのに。そうだね。そっちに意識しちゃってんのはもったいない感じするよね。やるとしても弱系は置かないとかやる。弱パンは押したかったりするんだよね。弱パンをファジーで打ってインパクト返すとかあるから、要するに直で来るインパクト返して、あとファジーで打つしゃがみコパンで、相手がインパクトだったらコパンキャンセルインパクトがあるから、だからなんか小足に指を置かないみたいなのは結構大事だなっていう。構えを変えるってことだね。そう、もう頭で切り替えるんじゃなくて指で切り替えるようにしようと思ってる。あとはね、最近調べて分かったのが、インパクトのエフェクト後ろから出るんだよね。だから前に出ないの知ってた？なんかオーラみたいなのが出るのが。そう。キャラクターの背中から出るのよ。だ俺たちキャラクターの前見てるんじゃないか説があって。まあでも前見てるよね。どっちかというと自分のキャラに近い側の方が。けどね、インパクトだけ返すんだったら絶対後ろ見た方がいいよ。背中見た方がいい。背中側見ると、背中側からエフェクト出てきて、前出てこない。あんまり見ないよな。前もあんまり関係ないしな、背中側は。だからさっき言ったさ、指の位置でインパクトを返すっていう意識と、そもそも見る位置でインパクトを返すっていう、なんだろう、頭の中でインパクトを意識するんじゃなくて、なんかそもそも物理的に変えちゃうみたいな意識の仕方
がいいのかなっていう。なんかただちょっとおじさんっぽいよね、攻略が。そうそう思った。確かに。いや、非常にありがたいアドバイスですわ。はい。ありがとうございます。はい。ちょっとこれで、意識して見てみようかなと思います。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。お疲れです。はい。続きまして、いぶし銀のかける選手に聞いていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れです。どうも。お疲れ様です。はい。でですね、ちょっとスト6のことで、相談があって電話したんですが、はい。ズバリ、ドライブインパクトを、返すコツということについて、聞いてみたいと思います。はい。かけるくんといえば、僕の印象だとかなりね、初期の頃にすごい対戦してもらって、もうインパクト全然通んないじゃんと思わされた記憶があるんですが、インパクト返しで、意識していることや、なんか練習方法なんかがあったらぜひ教えてほしいなと思うんですが、どうでしょう？練習はあんまやってなくて、意識配分だと思ってるんですけど、ほう、なるほど。僕の場合結構ジャストパリーを取ることに意識しちゃってる時は返せないんですよね。はい。だからインパクト来るなって思う時とか、インパクト多めの相手とかに対しては、パリーは捨てて、インパクトで返すと。そうですね。っていう意識をしてます。なるほど。じゃあなんかパリーの方がやっぱまんべんなく受けれるから、最悪インパクトはパリーでもいいかなっていうところでパリーで受けることが多いですね。あと、画面端とかは特にパリーは捨てて、インパクトに絞ってっていう意識配分でやってますね。なるほど、意識配分ですか。待ってなかったら無理だよね。無理ですね。いや、それ聞いてね、安心しましたね。ちなみに最初から結構返せた？最初はそうですね。むしろ最初の方があんま考えることが少ない、意識することが少なくて。なるほど。なんかもう崩しっつったらもうインパクトだろみたいな感じで。そうですね。で、なんかパリーもあんま使ってなかったんで、なんか割とインパクトは返せてたんですけど、なんかそこもやっぱやることが増えるとともにインパクト返せなくなってって、で、やれることが自然にできるようになったらまたインパクト返せるようになるみたいな、そういうなんか周期かなって思います。じゃあそれも意識配分でインパクトに意識を配分を避けてた時、他にあんまりやることが考えなくてよかった時は返せたけど、そこからなんか相手もねいろいろやってくるようになって、そこに意識割かなきゃいけなくなって、できなくなっちゃったけど、そうですね。なるほど。でそれが自然にできるようになって返せるようになったと。なるほど。ありがとうございます。はい。ちょっとそれ参考にしてまた練習させていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは失礼します。お疲れ様です。失礼します。いや、かけるくん、やっぱ意識配分なんだな。これでもちょっと僕の個人的な感想なんですけど、今意識割いてたのに食らってるんですけどっていう時結構あるんですよ、実は。でもなんか若手っていうかインパクト返し率が高い人にそこを聞くのちょっと恥ずかしいんで、ちょっとねここで逆に SFL プロ JP2023 セカンドシーズンでインパクト返し率がなんと 0% の方がいますので、そちらの方にも、いろいろ伺っていきたいと思います。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。ですね、ちょっとスト6のことで相談があって、電話したんですが、はい、ズバリドライブインパクトを返すコツというのをですね、各選手に聞いておりまして、私があんまりインパクトを返せないこともありまして、どちらかというと、インパクトを返せない側のドグラさんにもぜひお話を伺いたいということで、今回ちょっとお願いいたします。なるほど、わかりました。まあ返せないなりにね、やっぱりなんで返せないのかって分かってるんですよ。そうなんだ。原因分かってます、これも。それは心強いわ。
ちょっとさ、はい、もう聞いた人たちいるんだけど、はいはい。ちょっとなんかさ、レベルが高すぎて、聞きづらかったこともあんのよ。おお、なるほど、なるほど。なんかそこら辺も含めてちょっとドグラに、聞きたいこともあるんで。いや、もうね、これはね、もう完全に、添えてるかどうかだと僕は思ってます。インパクトボタンを作って、そこに指を置けているかどうか。なるほど。はい。ちなみにドグラのボタン配置っていうのは、一番右上がパリで、一番右下がインパクトなんですけど、理想は増設して、親指で押すが一応理想なんじゃないかなと勝手に思ってます。ああ、なるほどね。弱形の下とか。なんですけど、これ、弱形に近すぎると、まあなんかボタンに指添えてみると分かるんですけど、親指。なんかね、窮屈になっちゃうんですよ、ちょっと。他の指が。だから理想は弱形の結構下、だから親指を伸ばした状態で添えれる。なるほど。ちょっと離れた位置に置けば、いけるんじゃないかと。そうが理想だと思っていますが、思ってだろうなというだけで、増設検証はしていません。あれ？でもそれをやったらもうできる自信はあると。もう誰よりも返せると思います。マジか。返してる人たちは、あれです。添えてるだけです、これは。そういうこと？もう自信あります。はい。そういうことか。いや、なんか返してる人たちがさ、なんか意識してるかどうかなんですよみたいなふうに言ってて。それは、返せる人はそう思い込んでるだけです。なるほどね。やっぱ返せない我々伸びしろがある組からすると、まずちゃんと添えましょうと。そうそう。まず添えてるかどうかだけ。ちなみになんです、ちょっと前の3人には言えなかったんですけど、意識して、ここ来るかもなーで構えてんのに、インパクト返せないことってないですか？あります。あるよね。そうだよね。いや、なんかさ、ちょっと聞けなかったんだよな、前の3人に。で、ちなみに、これ特に起こりやすいのが、なんかね、インパクト来そうだなと思ってインパクト構えるじゃないですか。はい。そう、そういうとこ。そう。で、これ来るなと思って構えてる時に、中足なんかキャンセルインパクトとか、そう、生を見据えてる時、生を見据えてる時に、中足キャンセルインパクトとかで、その前の中足食らってたりすると僕も絶対無理です。食らっちゃうとそうだね、無理だね。マジできつい。なんなら生でも俺今見てたのにそうっていうのもある。それあんすよ。それあってももうちょっとどうしようもないっていうか。そうですね。それはそれさ、でも意識しててさ返せなかったらもうゲームになんないよね。ゲームになってないと思うんで、そうですね。これはどうにかしないといけないと思うんですけど、あれが起こってる時の脳の反応を知りたいですね。そうだよね。あと来そうだなと思ってる時の3秒後に来るとかでも僕は結構きついです。まあそうだよね。ちょっとさ、時間経つとその展開も変わっていくし、いつまでも、ね、画面端で縮こまってるわけにもいかないから、そろそろちょっと歩こうかなみたいな時に使われるとね。そうなるとパリにした方がいいのかなとかも、まあ思わなくもないんですけど、まあなんかバランスっぽいっすよね、そこは。そうだね。なるほど。ありがとうございます。ちなみになんですが、ドロさん、対空もワーストでですね。なるほど。で、僕、その1個上なんですよ。つまり、ブービーなんです。ブービーワーストなんで、ちょっとここをどうにかしていきたいっすよね。お互い。そうっすね。まあ、散々言われてますからね、私。まあ、そうっすよね。そうなんですよね。で、僕もね、ちょっと今作から特に出ない組になってるので。むしろなんですけど、時野さん4の時もなんか対空ちょっと厳しいみたいなの厳しかったっすね。覚えてるんですけど、5の時全然普通に出てたじゃないですか。5はそうですね。むしろその時のその意識の改革は何があったのかっていうのをむしろ僕がちょっと聞いてみたいぐらいなんですけど。
まあ4の後半で、うん。ちょっと戦い方を前に一応出るようにしてるときは対空出るなっていうのに、まあ最初のさ、レバーの前の昇竜拳の前が入ってるから、うんうんうん。そこあーなるほ、どがそう、入ってるからやりやすいなっていうのに気づいて、あ、まあ要素1個少なくなってるようなもんですからね。それでちょっと出せるようになったの。はいはいはい。で、自信がついたっていうのもあって、なんか下がってる時とかも出るようになったんだろうね、きっと。なるほどなるほど。6はやっぱりね、意識しなきゃいけないことが多くて、うん。地上戦やりながら対空とかだけだったら多分出せると思うんだけど、ドライブラッシュはあるわ、インパクトはあるわとか、っていうのもあるから出づらくなっちゃってんじゃないかなと思うね。まあいろいろ見ないと、早くて見ないといけないものが多くてって感じですよね。そう。ちょっとね、次回は最下位取らないように、俺は入れ替わらないように。わかりました。ちょっと2人でちょっと上の方を目指そう。そうですね。そうお互いお互い行きましょう上位入賞を目指しましょう。インパクト2人、頑張りましょう。頑張りましょう。なんかいいティップスあったらちょっと共有しましょう。ちょっとお願いします。はいははいいわかりました。わかりました。じゃあ、本日はこんなところで。はい。ありがとうございました。はいありがとうございました。はい、参考させていただきます。失礼します。ありがとうございました。ということで、今ね、皆様4名アドバイスを聞くことができました。やっぱり意識配分とボタン。意識配分っていうのは常にやっぱりね、意識を、読みを切り替えていくっていうのはどっちかっていうと自分はあんまりやってこなかったんですよ。どっちかというとこのままは1個のことを絞ってやるっていうのを、どんどん精度を上げていくっていうプレイヤーだったんで、あんまり今まで苦手としてきたところですし、あとね、ボタンを、インパクトボタンをつけて、そこに添えるっていうのは、今後試してみる価値のあるところだなと思いますので、やっていきたいと思います。皆様も、この動画、インパクトを返す3名プラス我々返さない2人による、意見ちょっとでもね、参考にしていただいて、楽しいスト6ライフを過ごしていただけたらなと思います。それでは本日はこの辺でまた。